皆さん、こんにちは。Azure 資格対策講座へようこそ。今回は、Azure の基礎レベルとされている資格、Microsoft Azure Fundamentals の概要について解説します。それでは、試験の概要について見ていきましょう。Microsoft Azure Fundamentals とは、Azure 管理者向けの資格のうち、一番基礎レベルとされている資格です。この資格を取得することで、Microsoft Azure についての基礎知識を身につけることができ、またその証明にもなります。次に AZ900 に合格するための条件を解説していきます。試験時間は45分です。制限時間内に35から40問の問題を解く必要があります。出題形式は選択問題、ドラッグ&ドロップ問題、繰り返し問題などがあります。選択問題は複数の選択肢から一つ、または複数を選択します。ドラッグ&ドロップ問題は選択肢を並べ替え、正しい組み合わせを選びます。繰り返し問題はほとんど同じ問題が連続して出ます。試験の結果は100から1000のスケールスコアとして算出され、合格スコアは700です。続いては試験内容についてです。試験問題は、クラウドの概念、Azure のアーキテクチャとサービス、Azure の管理とガバナンスの3つの分野に分かれています。それでは、分野ごとにどのような知識が必要なのか見ていきましょう。分野1、クラウドの概念では、全部で3つのセクションがあります。まず1つ目は、クラウドコンピューティングについてです。クラウドの概念、デプロイモデル、クラウドでの共同責任について、理解する必要があります。二つ目は、クラウドサービスを使用する利点についてです。このセクションでは、クラウドコンピューティングがユーザー、または組織にもたらす利点について理解する必要があります。三つ目に、クラウドサービスの種類についてです。様々なクラウドサービスの種類と、それぞれのサービスの種類に沿う、いくつかのユースケースと利点について理解する必要があります。続いては、分野2の Azure のアーキテクチャとサービスについて説明していきます。全部で4つのセクションがありますので、1つずつ見ていきましょう。まず1つ目は、Azure の Core Architecture Component についてです。この項目では、Microsoft Azure の基本のインフラストラクチャコンポーネントについて理解する必要があります。2つ目は、Azure Computing 及びネットワークサービスについてです。このセクションでは、Azure 内で利用できるいくつかのコンピューターサービスとネットワークサービスについて理解する必要があります。次に、Azure ストレージサービスについてです。様々な種類のストレージや分散インフラストラクチャを使用したデータの回復性の高め方など、Azure のストレージについて理解する必要があります。最後に、Azure の ID、アクセス、セキュリティについてです。このセクションでは、Azure の承認及び認証方法を理解する必要があります。最後に、分野3の Azure の管理とガバナンスについて説明していきます。全部で4つのセクションがありますので、1つずつ見ていきましょう。まず1つ目は、Azure でのコスト管理についてです。Azure でコストを見積もり、追跡、管理する方法について理解する必要があります。2つ目は、Azure のガバナンスとコンプライアンス機能及びツールについてです。このセクションでは、Azure のガバナンスとコンプライアンスに役立つツールについて理解する必要があります。3つ目は、Azure リソースを管理及びデプロイするための機能とツールについてです。ここでは、Azure とオンプレミスのリソースを管理するのに役立つツールについて理解する必要があります。最後に、Azure の監視ツールについてです。Azure 環境の監視に使用するツールについて理解する必要があります。以上が Microsoft Azure Fundamentals の概要となります。ご覧いただきありがとうございました。本講座では先ほど述べた3つの分野のセクションごとに解説動画を週に1回投稿していきますので、チャンネル登録をしてお待ちください。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。